こんにちは。こんにちは。今回は現実起点より自分起点です。いや、現実の比較対象は自分じゃなくて思いになるのかなと思ったから。なるほど。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるになりますよね。はい。で、彼とラブラブという思いに居続ければいいだけなんだけど、いつ現実に反映されるんだろうって自分の中の思いにはいられないっていう人は多いですよね。はい。思いに居続けるっていうのは、彼とラブラブという思いを起点にすることになって、そこにいられず現実をいちいちチェックしてしまうっていうのは、その現実ありきで物事が進むので、現実起点になるっていう話は、たびたび動画でもしてきましたよね。はい。で、これをですね、思いを自分という見方をすると、もしかしたらよりわかりやすい人がいるかなと思ったんです。はい。どういうことでしょうか？はい、これです。じゃん。いつも言う彼とラブラブという思いは自分の中で完結できることですよね。はい。自分の中で完結できる。そこに彼は一切絡まないですよね。そうなんだよね。彼とラブラブって、彼が入っていると自分だけじゃないみたいな気持ちになるけど、それを自分が決めてるからね。自分の中で完結してる。はい、そう。そうなると、この思いというのは自分という見方をしてもいいと思うんです。で、次。つい現実見ちゃうんですと多くの人がつまずく現実がありますよね。はい。はい。で、この現実でつまずくのは、彼の言動を見て、友達の言うことを聞いて、親や会社の人に言われて、などなど様々なものを見聞きしてつまずくんですよね。そうですね。はい。彼に彼女ができたという現実。友達に彼って浮気ばっかしてたんだよと聞いた現実。親に彼とあなたは相性悪いと思うわよと言われた現実。会社の同僚にそんなに会えない彼なんて彼じゃないよと言われ傷ついた現実。あとは占い師さんに頼ったら、あなたと彼は様々な障害がありますみたいに言われた現実。あとは世間のニュースで見た結婚適齢期は何歳までみたいな現実などなど、もういろんなことを見聞きする機会がありますよね。はい、そうですね。その現実というのは思いが自分と捉えた場合、それに対して全部が第三者なので、一旦自分以外としておきましょうか。はい。はい。で、そうやって見ると、最初は彼とラブラブと思いを決めました。思いというのは誰が決めます？自分です。自分が決める。はい、はい。で、この時点では自分起点になっているんです。だって自分が思ってるんですから。で、これまでの過去動画でも散々、思いというのは、今の現実無関係に決めていいですよって言ってきましたよね。はい。はい。で、本当に無関係に決めてよくて、だから当にうまくいった先、彼とどうありたいかを設定してほしいって言ってるんですね。今うまくいっていないその現状と、当にうまくいった先は線でつながらないので、で、そういう意味でも現状は無関係になるんですね。で、この時 100% 自分が決めるっていう意味で自分起点とも
言えるんです。なるほど、そうですよね。はい。で、せっかく自分起点で決めたのに、現実、自分以外を見始めます。この時点で自分起点じゃない、他者視点ありきの現実起点になってしまうわけです。現実が気になっちゃう。見てしまうっていうのは仕方がない気もするんだけど、見た時点で自分起点じゃなくなっちゃうのかね。まあその辺はどうなんでしょうね。まあ例えば、自分の思いというのが、まあ例えが合ってるかわからないですけど、高い視座のようなものがある場合、現実で何がどれだけ起ころうが、まあ自分は思いに居続けるというか、自分起点でいるっていう人はいると思います。それこそ、毎日最高に幸せな私みたいな思いを決めたとしたら、現実で何が起こっても幸せな私であることには変わらないって心底思えるので、いろんなことがあっても現実がもうほとんど気にならない感じになると思うんですね。なるほどね。思いが明確というか、揺るぎないものであればあるほど、現実のあれこれに触れなくなるっていうのは、まあ言えそうだよね。本当にそうですね。ただ、恋愛の思いっていうのはどうしても彼を絡めるじゃないですか。はい。だからその彼の現状の動向などに左右されがちだし、そうするとまあ思いどころじゃなくなってブレまくりみたいなことは起きやすいかもしれないですよね。そうなんだよね。でもブレまくっちゃうんです。どうしたらいいんでしょうって言われても、それこそ自分がどうしたいのか明確にする以外ないので、だから今回のテーマである思いにいるというか、しっかりと自分起点に居続けるということになるんですよ。自分起点。はい。まあ自分ですけどね。あと、現実の彼って言うけど、その現実の彼っていう認識を変えちゃうのも、彼とラブラブっていう思いに居続けるのに、まあもしかしたら有効かもしれないですよね。現実の彼という認識を変える。どういうことですか？はい。あなたの言っている現実の彼というのは、過去の登場人物に過ぎないという認識になるみたいな感じです。過去の登場人物。まあ確かに過去だよね。過去に付き合ってたわけで、現状は別れてるわけだから。はい。現実の彼は、まあ自分がどこかで作り上げて登場させた過去の登場人物とすると、もうそんな彼はいないんですよ。いるように見えるけど、超そっくりさんぐらいの思っときゃいいんですよ。超そっくりさん。はい。双子の兄とかさ、弟とかさ、もう何だっていい。別人、違う人。実際違うと思うんですよ。だって、彼とラブラブでいるっていう思い起点、自分起点っていうのは、自分の中でそれを思った時点で作り上げたという捉え方をすればですよ。どんなにそっくりでも新しい彼なんですよ。だって思いを決めるとき、そもそも現実無関係に決めていいですよって言いましたよね。で、それって無関係なんだから、もうこの時点でこれまでの彼じゃないんですよ。関係ない人なんですよってわかりますかね？はい。なんとなくはわかります。まあ確かに思いを決めるとき、現実無関係に決める。当にうまくいっている自分の意識で決めるっていうのは、まあその時点で過去から切り離されることと同じってことかな。そうです。1秒前の過去は自分が引っ張り出さない限りただの過去、無関係。今、この瞬間から思いを自由に決められる。そしてその思い起点、自分起点というのは、あらゆるしがらみから自由なものなので、それ以前の彼なんて、まあ彼であって彼じゃない。まあそんな人ただのそっくりさんで関係ない。そういう考え方をしてもいいし、そういう考え方をしていくと、現実そのものを凝視する必要性からも解放されるんじゃないかなと思うんですね。人によると思いますが。それはありますね。どうしても過去、現在、未来と、まあ一続きっていう考え方は抜けにくいし、
それでいいんだけど、でも、今、この瞬間しかないっていうのも事実ですもんね。それはもう潜在意識とか関係なくわかることですよね。はい。今この瞬間の積み重ねで、今この瞬間にはあらゆるしがらみから解放されて、自分で自由に思いは決められる。それ以前は全部無関係。だから自分起点で決めたその思いは大切に。自分起点で決めた彼のことを好き好きって思ってりゃいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、そうですね。現実起点に必要以上になる必要はない。はい、現実起点ではなく自分起点、思いを起点に、これはものすごい基本的なことなんだけど、この基本のところでつまずく人は多いので、見方を転換するヒントになるといいですよね。本当ですね。はい。はい。それでは今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。